こんにちは。私はクラスメソッドでソリューションアーキテクトをしております石川悟と言います。このセッションではデータ分析基盤を支える技術 DWH 再入門というタイトルでお話しします。簡単に自己紹介をさせていただきます。普段はデータ分析基盤の設計や開発、コンサルの傍らデベロッパーズ IO でデータ分析基盤関連の技術ブログを書いています。AWS の認定エンジニア、スノーフレークの認定エンジニアとして、本日は DWH についてお話しいたします。アジェンダです。本日のテーマは DWH です。わかりそうでわからない、何のために導入して、どのようにデータを管理・蓄積するのか、どうやって利用するのか、普通の DB と何が違って、アーキテクチャはどうなっているかなど、コンサルの現場でよく尋ねられる疑問について解説したいと思います。ここでは DWH の概要と目的、導入の背景について解説します。DWH とは何かを理解し、DWH の目的を確認したいと思います。DWH はデータウェアハウスの略で、直訳するとデータの倉庫を意味します。つまり DWH は分析しやすく検索できるように蓄積したデータベースのことを表します。部門のデータを DWH に集め、そのデータを分析しやすく変換、分析の目的ごとにデータを作成・蓄積します。特に分析しやすくというところが DWH のポイントです。先進的な企業では e コマースの販売、店舗の販売、営業による販売など様々な販売チャンネルが存在し、それぞれの部門のシステムが互いに独立して運用されています。このように一つの企業の中で様々な部門の DB にデータが分散していることをサイロ化と呼びます。このサイロ化した貴重なデータを企業の意思決定支援に生かすには、これらのデータを集めて分析しやすく検索できるように蓄積したデータベースが必要になります。部門のシステムの DB はトランザクションの実行に最適化されており、分析のクエリの実行には不向きです。仮に部門内のデータで分析クエリを実行すると、処理負荷が高く、部門の基幹業務に影響が及ぶことが懸念されます。そこで登場したのが DWH です。部門の DB ではデータの内容が限定的であり、かつ分析が困難であるということはご理解いただけたと思います。次に DWH の特性について解説します。DWH の父、ビル・インモンさんが提唱する DWH の特性についてご紹介します。統合化、サブジェクト思考、時系列、恒常性の4つです。あまり知られていませんが、さらに2つの特性が追加されています。詳細データと要約データです。今回はサブジェクト思考の中の解説の中で、詳細データと要約データについて解説します。DWH の特性に含まれておりませんが、データを一元化し、横断的に分析できるようにするには、データを DWH に集めるというのが大前提となります。部門のデータを1箇所に集めるには、部門の DB からエクスポートしたファイルを DWH にインポートするのが一般的です。部門の DB からエクスポートしたファイルは、オブジェクトストレージにアップロードします。補足ですが、Amazon Redshift の場合、S3 に集めたデータファイルは、データファイルに対して直接クエリを実行できるデータレイクのストレージとしても活用できます。では、1つ目の統合化です。データを変換して分析しやすくするには、各部門のデータの表記揺れや意味を統一します。
データを利用するアナリストが個々のデータの違いを意識せずに利用できるように整理することが目的です。例えば、日付ですと、和暦西暦、JST、UTC の変換。文字列は大文字小文字、整数小数などの表記例。ヌルや空文字などの不正な値の取り扱いやコード体系の統一などです。さらに列名を統一できると BI ツールを用いた場合にデータ分析がはかどります。実際のデータ変換方法の用語について補足します。ETL ツールなどでデータを変換してロードする方式を ETL と呼びます。一方、ステージングエリア、いわゆる作業用テーブルにデータをロードした後、SQL でデータを変換する方式を ELT と呼びます。ETL という言葉は、データの変換全般を表す言葉として使われることがあり、ELT も ETL に含めて解説することがありますので、この点はご注意ください。では、2つ目のサブジェクト思考です。商品や顧客のように分析の軸、次元ごとに集計・蓄積したデータであるデータマートを作成することです。データマートは複数の分析の軸を持つ複数ディメンジョンのデータマートと単一ディメンジョンのデータマートに分類されます。複数ディメンジョンのデータマートは分析の軸が多ければ多いほど分析の自由度が高くなりますが、要約の流度が小さいためデータが大きくなる傾向があり、分析クエリの実行に時間がかかります。そのため、データ探索用途に利用されます。一方、単一ディメンジョンのデータマートは、要約の流度が大きく、データが大きくなる傾向があるので、分析クエリのレスポンスが良くなります。そのため、パフォーマンス重視のダッシュボードなどに利用されます。続いて、追加された2つの特性、詳細データと要約データの解説です。詳細データは、統合化後のデータをそのままの形で保存します。分析要件の変化に柔軟に対応できるように、元のデータをそのまま保存します。そのままといっても、統合化後のデータなので、アナリストにとっては利用しやすい形式です。一方、要約データは、前のスライドで解説したデータマートのことです。商品や顧客のように分析の軸、次元ごとに集計して蓄積したデータです。では3つ目の時系列です。日々生成されるデータ、その時点のデータの状態を保存します。過去に遡ってデータ分析ができることが目的です。最後に4つ目の恒常性です。蓄積されたデータは変更せずに参照可能な状態で保存します。いつでもデータ発生時の値を参照できることが目的です。クラウドのオブジェクトストレージは堅牢かつイミュータブルであり、DWH のデータの保存に適しています。DWH の特性を踏まえ、実際のデータの流れについて解説します。部門のデータを1箇所に集めるには、部門の DB からデータをエクスポートします。エクスポートしたファイルを S3 にアップロードします。S3 のデータを DWH のステージング層の作業用テーブルにロードします。データのロードができたことで、データ型に大きな不一致がないこと、SQL でデータ変換、いわゆる ELT ができる準備ができました。ステージング層のデータを統合して、結果を DWH 層に時系列で蓄積します。DWH 層のデータを集計データマートを作成し、時系列で蓄積します。最後に BI システムの利用者はデータマートを利用してデータを可視化、参照します。一方、アナリストは DWH 層のデータを用いてデータ探索をして得られた洞察から新たなデータマートを作成します。
DWH のもう一人の父、ラルフ・キンボールさんが提唱する分析用データに最適なデータモデル、ディメンジョナルデータモデルについて解説します。ラルフ・キンボールさんが提唱するディメンジョナルデータモデルとは、スタースキーマで DWH を構築すること、つまり普通のデータベースのデータモデルとは異なります。多くの DWH ではスタースキーマを使用しています。スタースキーマは分析したい値を持つファクトテーブルと分析の軸、次元となる値を持つディメンジョンテーブルから構成されます。ER モデル、第三世紀系は分析データのモデリングに最適ではありません。スタースキーマについて解説します。スタースキーマはテーブル同士の関係を可視化すると、ファクトテーブルを中心にその周りをディメンジョンテーブルが囲むような形になります。それが星型に似ていることからスタースキーマと呼ばれます。次にファクトテーブルとディメンジョンテーブルについて解説します。まずファクトテーブルです。真ん中の分析対象の値を持つテーブルがファクトです。ファクトテーブルはトランザクション情報のテーブルで、e コマースの販売なら売上テーブル、店舗の販売ならポスデータなどです。ファクトテーブルは分析したい値の列とディメンジョンテーブルを参照する外部キーの列があります。次にディメンジョンテーブルです。ファクトテーブルを取り囲むテーブルがディメンジョンテーブルです。ディメンジョンテーブルは分析の軸、次元を持つテーブルです。ディメンジョンテーブルはマスター情報のテーブルで、商品テーブルや顧客テーブルなどです。DWH ではファクトテーブルはディメンジョンテーブルと比べるとレコード数が圧倒的に多い傾向があります。そのためスタースキーマではあえてディメンジョンテーブルを第3世紀系まで正規化せず、第2世紀系でとどめておくことで、テーブルを結合するコストがかからないようにします。DWH の特性、ディメンジョナルデータモデルなどを踏まえ、分析データを作成しました。このデータはどのように活用されるかについて解説します。さまざまなデータ分析の手法がありますが、代表的なダイス、スライス、ドリルアップ、ドリルダウンについて解説します。ダイス、ダイシング、データ分析の軸、次元を変更して分析の視点を変えるという分析手法です。例えば、商品ごとに分析していたものを店舗ごとに切り替えて別の視点で分析します。ダイスするには、統合化したそのままのデータ化、もしくは複数ディメンジョンのデータマートを事前に作成します。スライス、スライシング、多次元の表を2次元の表に切り取るなどの操作です。例えば、商品別年月日別売上表などを切り出し、季節による商品の売上推移を分析します。統合化後のデータからデータマートを作成する過程でも実施します。ドリルアップ、ドリルダウン、分析の深さを詳細にしたりまとめたりして変更する操作です。ロールアップ、ロールダウン、ドリリングなどと同じ意味です。年月ごとに行っていた分析を流度を上げて年単位にすることをドリルアップと言い、逆に流度を下げて非単位にすることをドリルダウンと言います。年月日のドリルアップ、ドリルダウンは BI ツールの機能を用いることで簡単にできます。データの可視化に関して BI ツールは必須のアイテムです。独自のダッシュボードを作る場合も BI ツールのダッシュボード機能や BI ツールの埋め込みビューを利用することが多くあります。BI ツールを用いると
ダイス、スライス、ドリルアップ、ドリルダウンの操作が簡単にできます。データを二次元的なクロス集計表で可視化するだけでなく、さまざまな表示形式、グラフなどでデータを表現できます。BI ツールは大きく定型分析とデータ探索用途で用いられます。定型分析の場合は、ダッシュボードなどの常に表示する情報はパフォーマンス重視の単一ディメンジョンデータマートを用います。データ探索、データディスカバリーなどの場合は、統合化後のデータや既存の複合ディメンジョンデータマートを用いて新たな洞察を得ることができます。よく質問を受ける一般的な DB との違いについて解説します。トランザクション処理と分析処理ではデータに対するアクセスパターンが異なります。オンライントランザクション処理 OLTP は一般的な DB で用いられます。一方、オンライン分析処理は分析に最適化されたデータベースである DWH で用いられます。オンライントランザクション処理はユーザーのアクションに基づいてインデックスのキーから少数のレコードを取得更新します。このような業務システムはインタラクティブであり、素早く応答を返さなければなりません。そのため、一般的な DB が用いられます。一方、オンライン分析処理は、分析クエリは大量のレコードの少数の列を読み出します。レコード数、合計、平均などといった、いわゆる要約統計を計算した結果をユーザーに返したり、テーブルに保存したりします。データアクセスの比較を表にまとめました。オンライントランザクション処理は頻繁に低いレイテンシーでレコードの読み書きができなければなりません。一方、オンライン分析処理は大量のレコードの中の少数の列だけを読み込み集計できなければなりません。このようにデータの規模、読み込みのパターン、書き込みのパターンが大きく異なります。DWH は分析クエリの実行に最適化されたアーキテクチャが用いられます。DWH では分析クエリを効率よく実行できるようにストレージも異なります。大抵の分析クエリが一度にアクセスするのはそのうち4ないし5列程度という特徴があります。そのため DWH ではテーブルのデータを行ごとに行うのではなく列ごとに保存します。データを行ごとに保存する方式を行指向と呼び、列ごとにデータを保存することを列指向と呼びます。列指向ストレージには2つの長所があります。1つはデータスキャンの削減です。例えば、行指向では4番目の列のみを読み込みたい場合でも、すべてのデータの読み込みが必要になります。一方、列指向では4番目の列のデータ読み込みで済みます。2つ目は I/O 効率や圧縮率の向上です。列ごとにデータを格納して連続的にデータを読み出すことで I/O 効率が向上します。また、同じ列に含まれるデータはデータ型も同じで類似性が高く圧縮率が高くなります。DWH は大量のデータを高速に処理するため、複数のノードを用いて並列分散処理します。DWH で採用されている並列分散処理方式には大きく2つあり、ストレージをノードごとに割り当て、複数ノードで並列分散処理するシェアードナッシングと、データを共有ストレージで保持し、ストレージとコンピューティングを分離したシェアードストレージがあります。シェアードナッシングを採用している DWH は Amazon Redshift、Teradata、Vertica などが有名です。一方、シェアードストレージを採用している DWH は Google BigQuery、
スノーフレークが有名です。最新の Amazon Redshift の RA3 インスタンスは、シェアードナッシングとシェアードストレージのハイブリッドなアーキテクチャです。DWH のアーキテクチャの例として、最新の Amazon Redshift RA3 インスタンスを例にご紹介します。図の Amazon Redshift では、ホットデータをシェアードナッシング、コールドデータをシェアードストレージに保存しています。シェアードナッシングとシェアードストレージ、双方の長所を生かし、ストレージとコンピューティングを分離したアーキテクチャを採用しています。はい、それではいろいろとお話ししましたが、最後にデータ設計、データ活用、アーキテクチャ、それぞれについてまとめてみたいと思います。最初はデータ設計です。アナリストが個々のデータの違いを意識せずに利用できるようにデータを統合化します。そして分析用途に応じて結合・集計されたデータマートを作成して時系列かつ永続的に保存します。分析用途のテーブルはディメンジョナルデータモデル、スタースキーマを採用し第2世紀化までとします。次はデータ活用です。データの可視化については、データマートと BI ツールが有効です。データ探索用途には、複数ディメンジョンのデータマート、パフォーマンス重視のダッシュボード用途には、単一ディメンジョンのデータマートを利用します。データマートを作成・利用する際には、要件やデータの規模に応じて、要約の流度を調整してください。最後はアーキテクチャです。大量のレコード中の少数の列の読み込みを想定して列ストレージを採用しています。また、大量のデータを処理できるように伸縮自在で並列分散処理が可能なシステム構成を採用しています。特にビッグデータの分析であれば、これらの要件は必須となります。わかるようでわからない DWH。違いをご理解いただけたら幸いです。ということで、データ分析を支える技術 DWH 再入門というセッションは以上となります。ご清聴ありがとうございました。